2月22日は、にゃんにゃんにゃんの猫の日だぜ。宇宙のどこかに猫がいる。なんて言われたら、君はどう思う？今日はこの特別な日にちなんで、夜空に隠された猫のかけらを探す旅に出ようぜ。この美しい瞳は、太陽ほどの重さの星が一生を終える、惑星上星雲という姿なんだ。でも、ただ消えゆく姿じゃない。星がその生涯をかけて、自分の体の中で作り出した炭素や酸素といった命の材料を宇宙へ返しているんだぜ。自分はいなくなるけれど、このかけらがいつか新しい命に変わるように、そんな願いを込めて解き放たれた未来への贈り物なんだ。瞳の周りをよく見ると、薄い光の輪が幾重にも重なっているのがわかるだろう。これは中心の星が約1500年ごとにガスを力強く吹き出して作った殻なんだ。少なくとも11層もの輪が確認されていて、まるでおしゃれな猫が何枚もドレスを重ね着しているみたいだろ。数万年という長い時間をかけた星の最後の呼吸がこの形を作ったんだな。実は俺たちの体の中にある炭素、有機物の基礎も呼吸している酸素も、元をたどれば大昔に寿命を迎えたキャッツアイ星雲のような星たちが宇宙に放り出したものなんだ。天文学の世界ではよく We are Stardust、俺たちは星屑でできているなんて言われるが、これは単なるポエムじゃなくてガチな科学の事実なんだぜ。だからこそ星からのラブレター、贈り物っていう表現は科学的にも筋が通ってるんだ。ハッブル宇宙望遠鏡がどれだけ詳しくとっても、実はなぜこれほど複雑で美しい形になったのか、正確なメカニズムは未だに宇宙のミステリーなんだ。中心にパートナーとなる別の星がいて、互いにダンスをするようにガスを振り回したという説が有力だが、その正体はまだ謎のまま。猫の心と宇宙の深淵はそう簡単には覗かせてもらえないってことだな。ファイルに猫の手星雲 NGC6334 サソリ座の方向にあるこの星雲は、まさに猫が宇宙をポンポンと歩いた後のような可愛らしい肉球の形をしているんだ。この赤く輝く色は新しい星たちが放つ強烈な熱で水素ガスが熱せられている証拠。宇宙の冷たい暗闇の中に浮かぶ暖かい猫の体温を感じさせるような場所なんだぜ。この肉球の中では今まさに猛烈な勢いで新しい星が生まれている。その数は数千から1万個以上。キャッツアイ星雲が宇宙に放った命の材料、炭素や酸素がここでギュッと集まって次世代の星たちが産声を上げているんだ。ここは宇宙規模の命のバトンを受け取るエネルギーに満ちた保育園なんだな。あの丸い肉球の形には秘密がある。実は指の一つ一つの中に超巨大な若い星が隠れていて、その星が放つ強烈な風が周りのガスを内側から泡のように押し広げているんだ。しかもこの形で見えるのは宇宙の長い歴史の中でもほんの一瞬。今この瞬間に猫を愛する俺たちがこの足跡を見つけられたのは宇宙からの粋なプレゼントだと思わないか？猫の肉球は触ると柔らかいけど、宇宙の肉球は新しい星が生まれるエネルギーで溢れていて、とっても熱いんだ。端から端まで50光年もある巨大な足跡。宇宙の猫は俺たちの想像を絶するスケールで未来に向かって歩き続けているんだぜ。ファイル3、ポルックス、双子座。冬の夜空でひときわ輝く双子座。その双子の弟にあたるのがこの一等星ポルックスだ。実際に空を見上げると、隣で光る兄さんのカストルは白っぽいけれど、弟のポルックスはどこか温かみのあるオレンジ色をしているだろ。天文学では巨星と呼ばれる姿なんだけど、俺たち猫好きにはまるで日向ぼっこをしている茶トラ猫の毛並みのように見えるはずだぜ。昔の船乗りたちは双子座に並んで光る二つの星を夜道でじっとこちらを見つめる猫の目に見立てていたという話があるんだ。荒れる海の上で雲の合間からこの二つの目がキラリと光ると、猫が見守ってくれていると安心したんだとか。猫が家を守るようにポルックスは古くから旅人を見守る星だったんだな。三世界中の人が猫の名を付けたがった惑星。実はこのポルックスという星、周りを回る惑星に名前を付ける世界的なイベントがあった際、最終候補に猫にちなんだ名前が残っていたんだ。結局別の名前に決まったけれど、世界中の天文ファンがあの星には猫の名前がふさわしいと熱狂した。そんなみんなの猫愛を一身に受けた歴史がある星なんだぜ。双子座の弟として輝きながら、かつては世界中の人が猫の名を夢見た星ポルックス。今夜もし晴れていたら空に浮かぶ大きな茶トラ猫をぜひ探してみてくれ。きっと
温かい目で見守ってくれるはずだぜ。ファイル04、山猫座。この山猫座は、17世紀の天文学者ヘベリウスが作った星座なんだ。でも、実はすごく暗い星ばかりで、見つけるのがめちゃくちゃ難しい。ヘベリウスはこう言ったんだぜ。この星座を見るには、山猫のような鋭い目を持ってなきゃいけないってな。つまり、これを見つけられるのは選ばれし、観察眼を持つ者だけ。天文学者からの挑戦状のような名前なんだぜ。見た目は地味かもしれないけれど、実はこの星座の方向には、とんでもないお宝が隠れているんだ。NASA のハッブル宇宙望遠鏡がその暗闇の奥深くを覗き込むと、120億光年も先にあるリンクスアークという宇宙で最も熱い銀河の塊が見えてくる。まさに山猫の鋭い目で見抜くことで宇宙の最果ての秘密にたどり着ける。そんな特別な場所なんだな。みんなの家にいる猫たちも時々何もない空間をじっと見つめていることがあるだろう。宇宙も同じで、一見何もないように見える場所にこそ実はすごい真実が隠れていることがあるんだ。この山猫座はそんな目に見えないものを見抜く猫の力を象徴するような最高にミステリアスな星座なんだぜ。今夜夜空の暗い場所をじっと見つめてみてくれ。もしそこに山猫座の気配を感じることができたら、君は宇宙級の山猫の目の持ち主かもしれないぜ。自分の愛病に暗闇を見通すコツを教わってみるのもいいかもしれないな。ファイル5、フェリセット。1963年に宇宙へ行った猫。歴史の隙間に刻まれた一匹の猫の記録。最後は実際に宇宙を旅した猫の話だ。1963年10月18日、フェリセットという名の白黒猫がフランスのロケットに乗って高度約150キロの宇宙空間へ到達したんだ。わずか15分ほどのフライトだったけれど、彼女は無事に地球に帰還した。これは猫が宇宙へ行った唯一の記録として残っているんだぜ。実はこの話、宇宙ファンの間でも意外と知られていない時期が長かったんだ。でも2017年になって彼女の貢献を形に残そうと考えた一部の有志たちが資金を集めて、フランスの大学に彼女の銅像が建てられたんだ。半世紀以上の時を経て、ようやくその名前が歴史の表舞台に少しずつ出始めたってわけだな。今夜紹介した他の星たちとは違って、彼女は実在して実際に空の上を飛んだ。宇宙のどこかに猫の星座や星雲があるだけじゃなく、かつて本当にそこを旅した猫がいた。そう思うと遠い宇宙の話がほんの少しだけ現実味を帯びて感じられないか。キャッツアイ、猫の手、ポルックス、山猫座、そして最後は星になった猫フェリセット。宇宙の至るところに猫たちの足跡や瞳が隠れている。今日君がふと空を見上げた時、どこかの猫と目が合うかもしれないぜ。それじゃ今日の配信はここまで。この後の時間も君にとって心地よいひとときになるように、猫がそばにいる人もそうじゃない人も宇宙に浮かぶ猫たちを思い出しながら、またな。